レッスン1、アーティスティックセラピー。それは素晴らしいですね。最近、絵画の授業を受けたことがありますか？はい、持っています。絵を描くことは信じられないほどセラピーになると思う。想像できます。感情を表現したり、ストレスを和らげたりするのに最適な方法です。絶対に。それぞれのブラシストロークは緊張がほぐれているように感じます。ずっと絵を描いてみたいと思っていました。とてもリラックスできそうです。絶対にやってみるべきです。ゼロから何かを作るのは自由です。いつかあなたのクラスに参加したいです。それは素晴らしいでしょう。私たちはお互いに刺激し合い、創造性を探求することができました。一緒にアートに飛び込むというアイデアにワクワクしています。レッスン2、注意散漫の管理。仕事中の中断や注意散漫は非常に困難です。完全に同意します。集中力を保つために、ソーシャルメディアの使用を制限するようにしています。それは賢い戦略です。ソーシャルメディアを使うと、タスクから簡単に引き離されてしまいます。まさに、通知を確認するための特定の時間枠を設定すると役立つことが分かりました。やってみるべき。計画を立てることは生産性を本当に高めることができます。間違いない。本当に重要なことに集中できます。気を散らすものを効果的に最小限に抑えるためのヒントを共有しましょう。素晴らしいアイデアです。力を合わせれば、より生産的な環境を作ることができます。これらの戦略を実行するのを楽しみにしています。レッスン3、次の旅行の計画。次の旅行に向けて、準備のコツはありますか？間違いない。まずは場所を決めることです。それは理にかなっています。目的地を選ぶことで、それ以外のすべての準備が整います。はい、それが分かったら、アクティビティの計画を立てることができます。それぞれの場所に独自の冒険があるのが気に入っています。絶対に。新しい文化や経験を探求するのはワクワクします。また、天候やイベントなどを踏まえて、訪れるのに最適な時期を考えてみましょいい考えだ。これにより、全体的なエクスペリエンスが大幅に向上します。う。一緒にこの旅行の計画を始めるのが待ちきれません。教訓4、変化を提唱する。最近の問題に関して必要な措置を講じるよう当局に働きかける必要があります。はい、ポジティブな変化を期待しましょう。それはコミュニティにとって極めて重要です。絶対に。アドボカシーは私たちの生活に大きな改善をもたらすことができます。人が集まれば、大きなインパクトが生まれると思います。はい、共通の目的のためにコミュニティが団結しているのを見るのは刺激的です。私たちがサポートできる今後のイニシアチブについて常に情報を入手しましょう。素晴らしいアイデアです。地域の活動に参加することで、私たちの声を広めることができます。一緒に私たちが望む変化を推進するお手伝いをしましょう。このポジティブなムーブメントに参加できるのを楽しみにしています。レッスン5、課題に直面している。特定の場所に入る前に、ルールを理解することが重要です。
面白い。旅行中に何か課題に直面したことはありますか？はい、一部の地域では、重要な特定の習慣を知らなかったのです。それは難しいかもしれません。スムーズな交流には、現地のエチケットを知ることが欠かせません。絶対に、一部の行動は無礼とみなされる可能性があることを苦労して学びました。想像できます。前もって調べておいた方がいいです。はい、誤解を避け、経験を楽しむのに役立ちます。次の冒険に向けて、しっかり準備をしましょう。私は大賛成です。旅行を成功させるには準備が鍵です。レッスン6、食事体験。こんにちは、このホテルのレストランで食事をしたことはありますか？いいえ、ここに来るのは初めてです。レビューは良いですか？はい、彼らのメニューとサービスについて素晴らしいことを聞いたことがあります。それは励みになります。何か新しいことに挑戦できることにワクワクしています。彼らの名物料理はきっと気に入ると思います。味は素晴らしいはずです。パーフェクトですね。私はいつも料理の冒険に夢中です。メニューをチェックして何が気になるか見てみましょはい、どんな美味しいオプションが提供されているか見るのが待ちきれません。う。一緒に美味しい食事を楽しめることにワクワクしています。レッスン7、対策を講じる。一歩ずつ進めていけばそこにたどり着くよ。しかし、私はすべてについていくことはできないのではないかと思います。圧倒されるのはごく自然なことですが、それを打ち砕くことは助けになります。それは理にかなっています。一度に一つのタスクに集中することで、プレッシャーを和らげることができます。まさに、少しずつ進歩は進んでいきますが、それは全く問題ありません。はい、そのプロセスには辛抱強く取り組む必要があることを思い出す必要があるだけです。あなたはよくやっています。これは旅であって、レースではないことを忘れないで。ありがとう、励ましてくれてありがとう。本当に助かります。この旅を通して、お互いを支え続けましょレッスン8、アップサイクリングのアイデア。アップサイクルして再利用できるものがたくさんあります。それは素晴らしいことです。一緒にどんなクリエイティブなアイデアを思いつくのが待ちきれません。はい、古いアイテムが少し想像するだけで新しい命を吹き込むことができるのは驚くべきことです。不要なものを美しいものに変えるというコンセプトが大好きです。絶対に、環境に優しいだけでなく、楽しいプロジェクトでもあります。今週末に取り組めるプロジェクトをいくつかブレインストーミングしましょう。ワクワクしそうですね。きっとユニークなアイデアが浮かぶと思います。はい、クリエイティブで狡猾になるのを楽しみにしています。一緒に本当に特別なものを作ることができます。レッスン9、事前予約。スポットを確保するために、少なくとも24時間前に予約することをお勧めします。それは良いヒントです。いつ前もって計画を立てるべきかを知っていると、いつもありがたいです。はい、土壇場でのストレスを回避し、見逃さないようにするのに役立ちます。同感です。事前に計画を立てることで、旅行体験を本当に充実させることができます。さらに、多くの場合、より良いオプションと価格が提供されます。
まさに、行く前にすべてが整理されていると知るのが好きです。予約を忘れないようにチェックリストを作ってみましょ素晴らしいアイデアです。整理整頓と準備に役立ちます。う。次の旅行を楽しみにしています。レッスン10、メイクとスタイル。今日はいつものスウェットパンツの代わりにメイクをしているのに気づきました。とても素敵です。ありがとう。今日は用事だけでも外見に力を入れることにした。本当に映えます。シンプルな服をスタイリッシュに見せる方法はいつでもあります。感謝するよ。少しメイクをすると自信が高まると思います。絶対に。それが私たちの気持ちにどれほどの違いをもたらすかは驚くべきことです。はい、私はディドリクソンの経歴と美の基準に関する彼女の物議を醸す見解を追ってきました。それは面白い。社会的期待が私たちにどのような影響を与えるかを話し合うことは重要です。間違いない。自己表現と快適さのバランスを見つけることです。あなたの視点には感心します。何があなたを気持ちよくさせるかがすべてです。レッスン11、ゲームの興奮。私は本当に新しいレーシングゲームとアドベンチャーゲームを試してみたいです。ワクワクしそうですね。両方のゲームについて素晴らしいことを聞いたことがあります。はい、グラフィックは素晴らしく見えます。ゲームプレイの没入感が気に入っています。同感です。レーシングゲームは常にスリル満点です。特に友達と競えるときはなおさらです。そして、アドベンチャーゲームには、このような豊かなストーリーと美しい環境があることがよくあります。まさに、全く新しい世界に足を踏み入れたようなものです。近いうちにゲームナイトを計画して、一緒に試してみましょう。それは素晴らしいアイデアです。誰がレースゲームに勝つか見るのが待ちきれません。最高に盛り上がるよ。おやつも忘れずに食べましょう。レッスン12、中断の管理。仕事中の中断や注意散漫は、生産性を大幅に低下させる可能性があります。完全に理解できました。集中力を保つために、ソーシャルメディアの使用を制限するようにしています。それは賢い戦略です。ソーシャルメディアは時間の浪費になりかねません。はい、気を散らすものを最小限に抑える環境を作ることは重要です。通知を確認する特定の時間を設定すると非常に役立つことが分かりました。絶対に、自分の時間を意図的に使うことが大きな違いを生みます。気が散るものだらけの世界で集中力を維持するためのヒントをさらに共有しましょう。素晴らしいアイデアです。力を合わせれば、生産性を高める効果的な戦略を見つけることができます。一緒に仕事の習慣を改善できることにワクワクしています。レッスン13、旅行計画。次の旅行に向けて、準備のコツはありますか？間違いない。まずは、行きたい場所を決めることです。それは素晴らしい出発点のように思えます。目的地を選ぶことで、それ以外のすべての流れが決まります。はい、それが分かったら、アクティビティや宿泊施設の計画を始めることができます。それぞれの場所が独自の体験や冒険を提供してくれるのが大好きです。絶対に。
新しい文化を探求し、新しい人々と出会うのはワクワクします。また、天候や地域のイベントを考慮して、訪れるのに最適な時期を考えてみましょう。いい考えだ。これにより、全体的なエクスペリエンスが大幅に向上します。一緒にこの旅行の計画を始めるのが待ちきれません。レッスン14、変化を提唱する。最近の問題に関して必要な措置を講じるよう当局に働きかける必要があります。はい、ポジティブな変化を期待しましょう。それはコミュニティにとって極めて重要です。絶対に。アドボカシーは私たちの生活に大きな改善をもたらすことができます。人が集まれば大きなインパクトが生まれると思います。はい、共通の目的のためにコミュニティが団結しているのを見るのは刺激的です。私たちがサポートできる今後のイニシアチブについて常に情報を入手しましょう。それは素晴らしいアイディアだ。地域の活動に参加することで、私たちの声を広めることができます。一緒に私たちが望む変化を推進するお手伝いをしましょう。このポジティブなムーブメントに参加できるのを楽しみにしています。レッスン15、訪問の準備。特定の場所に入る前に、ルールを理解することが重要です。面白い旅行中に何か課題に直面したことはありますか？はい、一部の地域では、重要な特定の習慣を知らなかったのです。それは難しいかもしれません。スムーズな交流には、現地のエチケットを知ることが欠かせません。絶対に。一部の行動は無礼とみなされる可能性があることを苦労して学びました。想像できます。前もって調べておいた方がいいです。はい、誤解を避け、経験を楽しむのに役立ちます。次の冒険に向けて、しっかり準備をしましょう。私は大賛成です。旅行を成功させるには準備が鍵です。レッスン16、アスリートのサポート。国際スポーツにおけるアスリートのトレーニングや競技を支援する必要性が認識されたことへの対応は、長年にわたって非常に大きな成果を上げてきました。はい、トレーニング施設やコーチングなど、アスリートが世界の舞台で成功するために必要なリソースを提供することは不可欠です。絶対に。このサポートは、パフォーマンスを向上させるだけでなく、全体的な健康と個人としての成長にも貢献します。スポーツプログラムへの投資は、特に地元のアスリートが国際的に競い合う場合、コミュニティ意識と誇りを育むことができると思います。まさに、コミュニティがアスリートの支持を集めると、関係者全員のやる気を引き出す刺激的な雰囲気が生まれます。はい。また、地域社会からの支援や利用可能なリソースがあることを知っているので、若者がスポーツを追求するようになります。これらのアスリートがトレーニングに費やした献身ぶりを認めることは重要だと思います。多くの場合、人生の他の側面を犠牲にしています。間違いない。彼らの献身と忍耐力は、スポーツマンシップの精神を表しているので、認められ、称賛されるに値します。スポーツへの継続的な支援と投資が、今後さらに大きな成果につながるのか楽しみです。レッスン17、食材の買い物。市場にいる間は、サラダ用のキュウリとニンニク、パセリ、生姜、ネギなどのスパイスを必ず用意します。美味しそうな組み合わせですね。新鮮な食材は料理を引き立たせ、風味を大いに引き立てます。
まさに、新鮮な野菜やハーブを使うと、シンプルなサラダでもグルメで満足感のあるものにできると思います。はい。これらのスパイスはキッチンに素晴らしい香りをもたらし、食事全体の味を引き立てます。これ以上同意できませんでした。新鮮な食材を使った料理は、美味しいだけでなく、より健康的な食事の選択肢にもなります。絶対に。新鮮な野菜とハーブを混ぜ合わせたサラダがどれほど鮮やかでカラフルなものになるのが大好きです。サラダにタンパク質を加えてボリュームを上げることも検討すべきだと思います。グリルチキンやひよこ豆が適しているかもしれません。それは素晴らしいアイディアだ。タンパク質を加えることで栄養価が高まり、間食になること間違いなしです。このサラダを一緒に作れるのが楽しみです。シェアしても楽しい一品になりそうです。レッスン18、フィットネスの目標。フィットネスの目標を達成しやすくするルーチンを見つけるのは素晴らしいことです。一貫性が間違いなく重要です。絶対に。ワークアウトにもっと多様性を取り入れる方法について何か提案はありますか？はい、筋力トレーニング、有酸素運動、柔軟性トレーニングなど、様々なタイプのエクササイズを試して、面白さを保つことをお勧めします。それは賢いアプローチのように思えます。ルーチンを混ぜ合わせることで退屈を防ぎ、様々な筋肉群を効果的に働かせることができます。まさに。また、グループクラスに参加したり、新しいスポーツに挑戦したりすることも検討してください。そうすれば、運動がより楽しくなります。私はそのアイデアが大好きです。社会的な側面を持つことで、献身的に取り組み、さらに自分を突き進めたいというモチベーションが高まります。はい、さらに、新しいスキルを学び、様々な方法で自分自身に挑戦するのはいつも楽しいです。これらのオプションを探り、フィットネスの目標を達成するために自分にとって最も効果的なものを見つけることができてワクワクしています。あなたの進歩について聞くのが待ちきれません。お互いに説明責任を果たし、その過程で経験を共有しましょう。レッスン19、気象観測。曇りの日は時々憂鬱な気分になることがあります。晴れた日がないと、人々はしばしば非常に落ち込んでいます。確かに、天候が私たちの感情や全体的なメンタルヘルスにどのように影響するかは興味深いです。重い空気は全てをより重く感じさせます。まさに、退屈な日々の中で、室内で楽しむアクティビティなどを通じて、気分を高揚させる方法を見つけることが重要だと思います。絶対に。趣味をしたり、大切な人と時間を過ごしたりすることで、憂鬱な天候の影響を和らげることができます。曇りの日でも、外に出て新鮮な空気を吸うと、気分も変わると思います。はい、自然には私たちを寝つかせる方法があり、少し歩くだけでもリフレッシュできることがあります。温かみのある照明で満たされた居心地の良い空間を持つことも、室内のポジティブな雰囲気を作り出す上で大きな違いを生むと思います。間違いない。環境に少しでも創造性を持たせれば、季節の変化が感情に及ぼす影響を抑えるのに役立ちます。このことについて話し合うことができて嬉しいです。天候が私たちにどのように影響するかを認識し、前向きでいるために積極的な措置を講じることが重要です。お祝いの色。赤と緑は伝統的なクリスマスカラーで、ホリデーシーズンのお祭り気分を真に体現しています。絶対に。とても活気にあふれ、陽気で、どんなお祝いにも瞬時に温かさと喜びをもたらします。クリスマスには、デコレーションから食べ物、ギフトの包装紙まで、
これらの色が至るところにあるのが大好きです。はい、特にきらめくライトやお祝いの音楽と組み合わせると、本当に魔法のような雰囲気が生まれます。子供の頃、デコレーションが上がるのを見てワクワクしたことを覚えています。クリスマスが近づいているという合図のように感じました。こっちも同じ。子供の頃の期待と喜びの思い出が、このシーズンをさらに特別なものにしてくれます。これらの伝統が受け継がれ、新しい世代にクリスマスの精神が受け継がれているのは素晴らしいことだと思います。間違いない。忘れられない思い出を作り、休暇中に家族や友人と過ごす時間を楽しむことがすべてです。今年はお祭り気分に浸って、笑いと愛に満ちた新しい思い出を作れることにワクワクしています。レッスン21、持続可能な観光。特に旅行需要が急増する夏のピークシーズンには、事前に予約することをお勧めします。絶対に。事前に計画を立てておくことで、ストレスを大幅に軽減し、宿泊施設やフライトの料金をより安く確保できる可能性があります。はい。また、より多くのオプションから選択できるため、ニーズと予算に最適なものを見つけることができます。まさに、すべてを事前に整理しておくと、心配することなく時間を楽しむことに集中できます。私も全く同感です。旅行への期待はワクワクの一部であり、それらの詳細を処理してもらうことで旅行はさらに良くなります。はい、さらに、目的地を調べたり探索したりする時間が与えられ、より豊かな旅行体験が生まれます。次の冒険の計画を始めることにワクワクしています。早急にオプションを検討しましょ間違いない。出発が早ければ早いほど忘れられない思い出を一緒に作ることができるので、旅はよりエキサイティングになります。待ちきれない。よく計画された旅行と、その道のりで楽しめることを全部ご紹介します。レッスン22、熱帯雨林の生態系。降雨量の多いこの地域は、生い茂った緑豊かな植生に覆われ、美しく活気のある環境を作り出しています。絶対に。豊富な雨は多様な動植物を支える豊かな生態系を育み、自然愛好家にとっての楽園となっています。はい、この緑豊かな植生が環境全体の健康に貢献し、空気の質と生物多様性を改善しているのは興味深いことです。まさに。これは熱帯雨林の重要性と、熱帯雨林が気候の調節や野生生物の保護においていかに重要な役割を果たしているかを証明するものです。これらの地域を保護することは、将来の世代が自然がもたらす美しさと恩恵を享受するために不可欠だと思います。間違いない。地域社会がどのように団結して保全活動と持続可能な観光を提唱できるかを見るのは刺激的です。このエリアをもっと探検できることにワクワクしています。ハイキングを計画して、素晴らしい景観と多様な生態系を存分に満喫しましょう。パーフェクトですね。自然に浸って、あの雨から生まれる美しさを目の当たりにするのが待ちきれません。はい、自然界の素晴らしさを存分に楽しみながら、自然界を大切にし、守りましょう。レッスン23、旅行プランとアトラクション。それは賢い動きだ。旅行中にやりたい特定のアトラクションやアクティビティはありますか？ぜひ地元の史跡を見てみたいです。その土地の文化や歴史について学ぶことはとても豊かです。
それは素晴らしいですね。自然遊歩道や公園を探索することにも興味があります。この地域の自然の美しさを体験する素晴らしい方法です。はい。ハイキングやサイクリングなどのアウトドアアクティビティも楽しめます。旅行中もアクティブでいられる楽しい方法です。絶対に。公共交通機関を利用することは、私たちの冒険をさらに深め、地元の人々との交流を深めるのにも役立ちます。まさに、それぞれの経験が私たちの旅の物語に深みをもたらし、忘れられない思い出を一緒に作っていきます。また、地元のカフェやレストランでリラックスして郷土料理を味わう時間もとっておくべきだと思います。それは素晴らしいアイデアです。地元のフードシーンを体験することは、どんな旅のハイライトにもなり得ます。この旅行を計画できることにワクワクしています。いくつかのアイデアを集めて、訪れるのに最適な時期を調べてみましょう。この冒険を始めるのが待ちきれません。レッスン24、文化的豊かさ。ご存知のように、英国の大聖堂について話すとき、それらすべてが、私たちの文学や言語とともに、国の文化的豊かさを証明していることに興味をそそられます。絶対に。各大聖堂には、見事な建築物が展示されているだけでなく、何世紀にもわたってコミュニティを形成してきた歴史、芸術、信仰の物語も語られています。そうですね。完成までに何十年もかかることが多いこれらの素晴らしい建造物の建設に費やされた献身と職人技を本当に感じることができます。同感です。これらの大聖堂がいかに時の試練に耐え、礼拝所としても文化的名所としても機能してきたことは印象的です。まさに、それらを訪問することで、美しさだけでなく、英国の物語における歴史的意義も理解することができます。物理的な構造とそれが表す物語とのつながりが大好きです。訪れるたびに時間を遡ったような気分にさせてくれます。絶対に。そして、これらの大聖堂に言及している文献を読むと、著者が執筆していた文化的背景についての理解が深まります。そう、それは歴史、芸術、スピリチュアリティの豊かなタペストリーであり、探求と熟考を促します。これらの大聖堂のいくつかを探索する旅行を計画すべきだと思います。実際に体験することは本当に豊かなものになるでしょう。レッスン25、建物の構造。アメリカ南西部で使われている工法、特に木の柱で構造物を固定する方法について考えてきました。それは興味深いトピックです。このような伝統的な技術が、この地域の独特の気候や地形にどのように適応してきたかは驚くべきことです。はい、木製のポールは安定性とサポートを提供し、住宅や避難所などの様々なタイプの構造物でよく使用されます。絶対に。これらの方法が入手可能な資料とそこに住む人々の文化的慣習の両方をどのように反映しているかを見るのは興味深いことです。このような技術がどのように住民と環境との間に強いつながりを生み出しているのかを理解することは重要だと思います。はい。また、持続可能性の重要性も浮き彫りにされています。地元の資源を利用することで、建設による環境への影響を最小限に抑えることができます。完全に同意します。伝統的な建築方法に投資することで、現代のニーズに適応しながら文化遺産を保存することができます。間違いない。これらの観光と、それらが米国南西部のコミュニティのアイデンティティをどのように形作っているかについて、さらに詳しく調べてみましょう。ワクワクするよ。これらの工法についてさらに学ぶことで、人と土地の関係についての理解を深めることができます。レッスン26、ホリデーエキサイトメント。
彼らはワクワクしながら階下に駆け下ります。私たちのツリーの下にたくさんのプレゼントがあることに気づいたとき、彼らが期待している顔を見るのはとても嬉しいです。はい、ホリデーシーズンの魔法は本当に特別で、ギフトを開封するときの興奮はみんなを一つにします。贈るという精神が温かい雰囲気を醸し出し、休日を家族や友人がつながる時間にしてくれるのがとても気に入っています。絶対に。笑いと歓声に満ちた小さな瞬間が、シーズンをとても思い出深いものにしているのです。そして、それぞれの贈り物の中身を発見する喜びは伝染し、誰もが再び子供になったような気分にさせてくれると思います。そう、祝日の伝統が家族にこんなに幸せで一体感をもたらすなんて驚きです。これらの瞬間を大切にすることは大切だと思います。本当に大切なこと、つまり愛とつながりを思い出させてくれます。これ以上同意できませんでした。これらの楽しい瞬間をカメラに収めて、これからの数年間に愛情を込めて振り返ってみましょう。それは素晴らしいアイディアだ。これらのお祝いを記録しておけば、祝日の喜びとノスタルジアを追体験することができます。レッスン27、環境に優しい選択肢。間違いない。さらに、可能な限り持続可能な方法を選択することは、植物と環境にとって良いことです。完全に同意します。環境に優しい選択をすることは、私たちの健康と地球の幸福の両方にプラスの影響を与える可能性があります。まさに。例えば、有機肥料や自然の害虫駆除方法を使用すると、庭の健康を維持するのに役立ちます。はい、これらの観光は植物に利益をもたらすだけでなく、益虫を保護し、生態系の生物多様性を促進することにもなります。健康的な環境を育むことは、長期的には収穫量の増加と活気のある庭園につながると私は信じています。絶対に。私たちのガーデニング活動と、その地域に生息する地元の野生生物の両方を支えるバランスを取ることが全てです。自分の庭でより持続可能な観光を実施できることにワクワクしています。環境に積極的に貢献できることにやりがいを感じています。それは素晴らしい考え方です。私たち2人がどのように庭を持続可能な方法で強化できるかについてのヒントやアイデアを共有しましょう。私はそれが好きだ。一緒になって楽しいだけでなく環境にも有益な美しい空間を作ることができます。レッスン28、シアターエキサイトメント。続けて。もう芝居が始まるし、もうワクワク感が漂っている。素晴らしい公演になるだろう。待ちきれない。ライブシアターへの期待はいつもスリル満点だ。観客からのエネルギーが雰囲気を盛り上げてくれる。絶対に。才能ある俳優が目の前で物語を生き生きとさせるのを見るのは魔法のようなものです。はい。監督が脚本をどのように解釈したかを見るのはワクワクします。どの作品も物語にユニークなひねりを加えています。まさに、セットデザインから照明まで、様々な要素が全体的な体験にどのように影響するかを見るのは魅力的です。同感です。彼らが作り出す世界に没頭するのが大好きです。まるで別の現実に数時間足を踏み入れたようなものです。そして、音楽と効果音も忘れないようにしましょう。それらはストーリーの雰囲気を整え、ストーリーを強化する上で非常に重要な役割を果たします。細部に至るまで演劇の魔法が生まれ、完全に没入感のある体験ができると信じています。この経験を皆さんと共有できることを嬉しく思います。すべての瞬間を楽しんで、
後で私たちの考えについて話レッスンし合いましょう。29、仕事のストレス。ねえ、最近仕事がどれほどストレスが多いか気づきましたか？みんなプレッシャーを感じているようですね。はい、持っています。作業負荷は大幅に増加し、私たち全員に負担がかかっています。まさに、幸福と生産性を維持するためには、そのストレスを管理する方法を見つけることが重要だと思います。絶対に。休憩をとってマインドフルネスを実践することは、そのプレッシャーを和らげるのに本当に役立ちます。完全に同意します。短い散歩やリラクゼーションのテクニックでも、ストレスへの対処方法に大きな違いをもたらすことがあります。はい。そして、この忙しい時期にお互いを支え合うことは不可欠です。少しの励ましが大いに役立ちます。みんながリラックスして再開できるように、チームビルディングのアクティビティをいくつか計画すべきだと思います。それは素晴らしいアイディアだ。ポジティブな環境を作ることは、士気を高め、コラボレーションを促進することができます。これらの変更をどのように実装できるか、楽しみです。これにより、職場がより楽しくなります。レッスン30、趣味と興味。ねえ、仕事以外で情熱を傾けている趣味や興味はありますか？はい、私は絵を描くこととピアノを弾くことを楽しんでいます。どちらのアクティビティでも創造的に自分を表現し、リラックスすることができます。それは素晴らしいですね。私はいつもアートを作れる人を尊敬してきました。あなたのアイデアが現実になるのを見るのは充実しているに違いありません。本当にそうです。空白のキャンバスを意味のあるものに変えるには、魔法のようなものがあります。想像できます。そして、ピアノを弾くことは、音楽を通して感情を伝える素晴らしい方法でもあるに違いありません。絶対に。言葉では伝わらない感情を音楽が伝え、パワフルな表現ができるところが好きです。いつかあなたの作品を見たり、演奏を聴いたりしたいです。素晴らしい経験になるはずです。喜んで共有します。私の最新の絵をお見せしたり、曲をいくつか演奏したりできる日を計画しましょう。それは完璧な計画のように思えます。あなたのクリエイティブな世界に飛び込んで、あなたの才能に感謝するのが待ちきれません。